大場さん、こんにちは。こんにちは。今日は何を教えてくれるんでしょうか。はい、今日はですね、今この時期ちょうど藤、今もう満開は過ぎたのかな。場所によってはまだ今満開というところもあるでしょうけど、この辺ではだいたいもう花が終わりかけてきているところなんですけどね。で、それのちょっと、花柄摘みと剪定ですね。そこまでちょっと、やっていこうかなと。で、本来は藤に関しては植え替えなんかはですね、葉が、芽が動き始める直前ぐらい、2月3月とかですねぐらいが本来は一番いいんですけど、せっかく剪定しますので、ついでにちょっとうまいこともし下の方が取れれば植え替えまでやっちゃおうかなと思っております。で、実はですね、ちょっとこれ去年来たやつなんですけどね、ずっと草ぼうぼうですけど、もう根洗い状態であれ知ったやつなんですけど、うちに来た時は去年は花つかなかったんですよ。で、腰水してやっとったら、今年は花が、ついたと。で、根っこから出てきてる分にも花がついたと。こういうふうにですね。で、結構花がついて、しかも、色がもう花がちょっとすれてるので、色がちょっと分かりづらいですけど、ピンクですね。ピンクの花ということで、ちょっとなくはないんですけど、この辺ではちょっとあんまりないやつですね。見ないですね。そうですね。なのでちょっとこれをちょっとやっていこうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、もうかなりちょっと草ぼうぼうでですね、あれなんですけど、いろいろ蚊帳とかも入ってるみたいですもんね。もううちに来てほったらかしとったもんだから花がついてなかったのでですね。はい、まず剪定の方からですね、ちょっとやっていこうかなと思うんですが、この藤はですね、マメ科の植物になるので、要は種は、豆ですね。豆がこういうところ花が終わると出てくるんですけど、まだちょっと花が完全に終わってないからですね、まだ種はできてないんだけど、種ができると木は確実にちょっと弱ってきますのでね、あまり種はつけない方がいいんですけど、これが要は花ですよね。だからこれは取っていかないといけないんですけど、このままにしとくと種がつきますので、これ自体を剪定していかないといけないんですが、こういうのなんていうのかな、マメ科のあれで複葉っていうのかな、複数の葉っぱで描くのかな感じ、なんかそんな感じだったと思いますけど、花をこそぐです。花柄をこうやって取っていくんですけどね。で、剪定するから本当は花柄取らなくてもよかったんですけど、これが1本なので、ここの元から切っていくんですよ。これを全部取っていきますので、見えないと思ったら眼鏡をつけておらなかったですね。大体藤の剪定は大体2回ぐらいに分けてやるといいんですけど、花後にこうやって花柄を取ったり、剪定をするんですけど、その後夏以降こう伸びるんですよね。またいろいろ新芽がですね。でその伸びたやつはですね、花柄来年の花芽にも影響してくるので、その時点で剪定をせずに秋ぐらいまで待ってですね、
11月ぐらいまで待って2度目の剪定をするとまあいいかなとは思いますけど、藤はですね、マメ科の植物で葉っぱがこう、今あるんですけどね、こうやっていっぱい並んでますけど、これ自体は小葉って小さい葉っぱって書くのかな。でただ本来はこれ全部で葉っぱ1枚なので、こういう植物のやつを複葉っていうのかな、複数にある葉っぱみたいな形かな。で、これ1枚なので、例えば次に例えばこの辺からこう切ったから言って、ここから芽が次また出てくる、枝が出てくるというわけではないので、これが葉っぱ1枚なので、だからそこをまず一つ勘違いしないようにしていただきたいんですが、だからまあ例えばこれだったら葉っぱが12344本4枚、ここも4枚ですねっていうふうな形で数えていきます。で大体今花柄取って今切りましたですけど、実際この後剪定なんですけど、大体まあ3つ4つ葉っぱを残して剪定という形ですね。だからまあ3枚ぐらいでいいんですけど、まあただその時には、来年の花芽になりそうな部分がもしあればですね、これちょっと寄っても多分わからないんですよね。ここにも来年の芽あるんですよ、この葉っぱの付け根にですね。はい、大体まあこれが先ほど言ったように葉っぱが1枚ですよね。これで2枚3枚4枚5枚ってこうあるんですけど、で花芽とか葉っぱ芽になるものっていうのはもう今実際あるんですけど、これが1枚の葉っぱですから、これの付け根にあるんですよ。こういうのの下にぷくっと膨れた部分があるんですけど、それが来年の花芽だったり葉芽だったりするんですね。だからこれをまあ大体3つか4つぐらい下から数えて3つか4つぐらい残したところで切るというような形、これがまあ剪定になるんですけどね。まあこれがだから12341234567つありますね。123まあ4つ続けてあるから、こういうような形ですかね。もったいないな、これでも交差してるから取った方がいいんですけどね。もったいない。また来年考えますか。1234こういう形ですね。藤は難しい。かずらやから。こうやって焼きが入りますもんね。剪定した切り口とか枯れた時の枝を放置しとくと、こんなやって腐れていくんですよ。水が入り込んで。どうしようか、植え替えまでやっちゃうか。これ雑草を全部取るのは至難の業ですね。
なかなか藤は水をかけてもだいたい水が不足する状態になるのでですね、もう腰水するのが一番手っ取り早いんですが、これも腰水をしてたからもうべちゃべちゃですね。ここに茅が入ってるんですよ。この辺でも氷点下にはなりますけど、水も凍ってますけど、それでもこの辺だったら大丈夫ですけどね。これが他のもっと寒い地方で大丈夫かどうかはちょっと分かりません。夏は夏もずっとつけっぱなしです。夏はほら水が多いようになるからあまり良くないって言いました。だから普通は腰水すると、ね、まず根が呼吸できなくなるし、で必ず根が傷んできて腐ってしまうからですねダメなんですけど、藤に関しては藤の盆栽の場合ですね、鉢植えの場合人間が少々水かけてもやっぱ足りないんですよ。例えば花のついてるのを買ってきたけど次の年から1個花がつかないと、でついても1個つけばいい方やというようなことはよく聞くんですけど、やっぱ水が足りないんですよね。もちろん剪定の方法を間違えてたりとか、だから秋以降にがっつり切ってしまってもう花芽も飛ばしてしまうとか、そういうのももちろん理由としてはありますけど、そうでなくても花がつかないという相談はよくあるんですよ、藤の場合はですね。で一番手っ取り早いのはもうその剪定の方法が間違いじゃなければ腰水をすると大概もうそういう方次の年には花ががっつりつきますので。水が好きなんですね。そうですね。カズラなのでですね、カズラ全般水分水は好むんですけど、藤地植えにしてるとわーっとつるがした地面を張っていっていくのって見たことないですか。あれって結局そんだけ水が必要なわけですよね。だからあんだけあっちゃこっちゃに根を伸ばしてどんどん水をこう寄せようとするんですけど、鉢の中だとそれがなかなか当然鉢の中限りがありますからね、どんなに根を伸ばしても水を取れる量っていうのは決まってますから、だいたい水が不足して花芽がつかないっていうケースがやっぱ多いですね。これは茅ですね。でかっ。でもあんまり根の状態はあまりよろしくはないですね。大体本来は2、3年に1回植え替えてあげるといいんでしょうけどね。これ何年ぐらいほったらかしておられたんでしょうかね。
富士の場合はですね、鉢物でも腰水をするということもありますけど、使う土は赤玉、あと腐葉土なんかを入れる方もいらっしゃいます。で、私は腐葉土は入れないけど、要は栄養を上げるっていうことなのかな。腐葉土を結構使う方もいらっしゃるみたいですね。で、うちは通常のやつとそう変わりはないです。で、下の方に、赤玉と山砂の混合ですね。で、大体山砂3割ぐらいで赤玉7割ぐらいのやつを下に引いて、で、下って一番下はボラのちょっと玉の大きいやつ入れてますけど、水はけよくするのに。で、その上に今言った赤玉と山砂、だいたい3、7ぐらいで下行きます。で、その上にはですね、今度は今から植えるんですけど、赤玉と山砂とボラを今度は入れていきます。という感じですね。割合は赤玉が5で山砂が3、ボラが2っていう形ですかね。いくら腰水をするから言ってもですね、最初は下まではないのでですね、やっぱ最初の1年目はよくお水をかけないといけないですね。そんなどっぷり全部つけるわけじゃないので、3分の1程度使ってるだけですから、当然根はまだその上にありますので、1年目は特に腰水してるからって言って完全に安心してしまわずにですね、当然水は吸い上げるので、土は湿り気は腰水しないのに比べるとありますけど、それでもあまり過信しすぎない方がいいですね。腰水すると分かりますけど、当然蒸発する分もあるんですけど、腰水してて水つけてるから水やらんでいいわなんて考えてたらですね、もう1日で平気で夏場なんか水吸い上げていきますからね。水をやっぱかけないかんですね、最初の1年目は特にです。これは決して針金で縛るのを忘れてたわけではありませんのでもう1年後にはこの針金抜きますのでね、しっかりつつくことによってもうこれだけでも十分グラグラしなくはなるんですけど、これから梅雨が来てその後台風が来ますので、風で倒れてしまっては困るのでですね、それを抑えるため程度の針金です。
まあ、水かけは去年もいろいろ説明はしましたけど、植え替えた時はですね、特にみじんですね、細かな赤玉とかいろいろああいうののみじんがどうしても入ってますから、かけた時に下から茶色い水が透明になるまでしっかりかけてあげます。もう一回透明になれば次からかける時にはこういうみじんも出ないのでですね。はい、こんな感じですね。品物の方をちょっと紹介、させていただきたいなというふうに思っております。で、いろいろと出てきますけども、今の時期ちょうど春ですね、2期咲きなんですけど、紅鳥木って言って、今もう全てのって言っていいぐらい枝には全部つぼみが来ております。でもうちょっとするとこれが一斉に咲き始めますので、非常に可愛らしい花ですので、香りはですね強くはないんだけど、花を近づければほのかに香るという程度でしょうかね。紅鳥木という、木です。で、動画でも何回かこれは出したことがあるんですが、よく挿し木をしたことのある方なんかよく思われるかもしれないんですけど、だいたい挿し木って1節2節ぐらいを切った分をこう刺すというイメージがあるんですけど、当然その1節2節ぐらいを刺してこんな大きくはならないので、この紅鳥木というのはですね、冬場はもう全く枯れたような状態で、通常はこんな感じで、この姫紅鳥木今もうほとんど葉はないですけど、でもう、やっぱり人によってはこれ枯れてるんやないかって言われる方いらっしゃるんですけど、枯れておりません。でこれは春暖かくなってくると葉出ますので、大丈夫やろかこれはっていうのが、実はこういうふうに、今葉っぱが出て、今つぼみがたくさん出ております。でこういったちょっと伸びて徒長してるやつ、普通はあまり徒長した枝には花がつかなかったりするんですけど、通常のやつはですね、この紅鳥木はこの徒長したやつにも全て花芽がついております。でこれ花が終わったら切って挿し木をすれば簡単につがるやつですので、そういった楽しみもまた出てきますね。で形はどっから切っても芽が吹くっていうぐらい芽の吹きはいいのでですね、好みの形に剪定してあげるといいかなというふうには思います。で、この時期というわけではないものもいろいろ入ってますけど、あとはもみじの出症状だとか、
南国特有で、磯山椒というものですね。沖縄の方の喜界島の方で昔あったやつですけどね、今、宮崎の方では結構作ってらっしゃる方も多いのでですね、そういったものもご紹介させていただいております。あとは、やっぱ南国の方であるやつですけど、ハリツルマサキという木ですね。これは冬場に、これから夏頃に花が咲いて、それが赤い実になると。でその実がハート型をしてるっていうので非常に人気なんですけど、赤いハート型の実がつくと。ただしこれはですね、このハリツルだけは、オスギがいるんですね。オスの木がですね、メスギだけではなかなか実は止まらない。で、紹介させていただくのはメスギですけど、もし気になる方がいらっしゃればですね、お杉の方も言っていただければ準備できますので、遠慮なくクルカラ村の方に問い合わせしていただくといいとは思うんです。でいろんなのを出しますので、クルカラ村の販売所の方を、ご覧いただいて、気に入ったやつがあればまたコメント等いただけるとありがたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。